どうも一生ダイエット中鬼滅のデブモーターズ内原です。2022年1月話題をかっさらう車が登場しました。そうです、こちらレクサス LX。 この新しい車に対してアフターパーツメーカーのジャオスが早速デモカーを発表しました。東京オートサロンの会場でもひときわ目立つブースを作り注目を集めていたわけですけども、ちょっと手が届かないような展示のされ方もしてたので近くでなかなか見れなかった方もいるかと思います。ただ今回は特別にモーターズ YouTube チャンネルが取材させていただくことになりましたので、開発の秘話であったりとかいろんなお話を聞きたいと思いますので、どうぞこのままお付き合いください。ご登場いただきましたジャオスの内田さんです。こんにちは。株式会社ジャオス企画宣伝部の内田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎度の内田さん、もうモーターズチャンネルも何回目かわからんぐらい本当ですね。出てもらってます。よろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ご登場いただきましたレクサス LX。真打ち登場ってわけじゃないですけど、ちょっと感慨無量の車がありますね。これは。いやー、もう間近で見るとこの迫力に圧倒されるばかりですね。まず車の持つ迫力がすごいんですよね。そうですね。今回ですね、2022年1月の東京オートサロンで発表してだいぶ注目を集めていらっしゃったと思うんですけども、いかがですか？ LX の持つ引力もそうなんですけど、1月の12日にリリースをされカスタマイズをされた実車が14日に展示されたっていうこと自体でも人はたくさんいらっしゃっていただきましたね。ちょっとユーザー目線的な話で言うと、まさかというタイミングだったのか、メーカーさんからの車両発表と、いわゆるアフターパーツさんからのデモカーのできましたよっていうリリースがほぼほぼタイムリー。そうですね。これって今までそうそうありえなかったことだと思うんですが、例えばモデリスタさんとかですと車開発の過程から関わらせていただいて、商品は車と同時にリリースっていうのが定番というか流れなんですけど、この車に関してはモデリスタさん扱いというわけではなくて、我が社はアフターパーツとして取り扱っているので、異例といえば異例でしたね。それはレクサスさんと特別な協業関係があって、遡った話をすると、LX に対してオフロードっていうグレードを作りますと。そうですよね。そこがそもそも今回かなり驚きのポイントでしたよね。僕らもそれを聞いて非常に驚いたんですけど、ユーザーさんがどんどん好みが多様化するお好みに合わせていくっていう過程の一つで、そのオフロードっていうグレードができます。で、ひいてはもう一つ多様化するニーズとして、カスタマイズっていうのニーズがあるだろうと。じゃあそこに対してジャオスの方から何か提案ないかっていう話をいただきまして、それは僕らにとっても願ってもない話なので、ぜひぜひということで今回プロジェクトに加わらせていただきました。そういう工程があったんですね。そうですね。もう早い段階からいろいろアドバイスなどをいただきまして、でパーツを作り、データ上でパーツは作れるんですけど、実際にはやっぱり実車に装着しないと細かいところの調整ができないので、早いうちから車はちょっとお貸しいただいて、その辺の特別な対応が。そうです。いろいろお話をさせていく段階で1月の12日に車のリリースがありますんで、その2日後に東京オートサロンがあると、じゃあそこにぜひ実車を展示させていただくと、やっぱりインパクトあるでしょうということで、そこに向けていろいろご協力いただいたという形ですね。いわゆる商品企画から、そして開発、PR の部分まで、そうですね。一貫してそうです。もう戦略立ててやられてたってことです。大変は大変だったんですけどね、流れとしてはとてもスムーズに物事進みました。いや、これご覧になってる皆さん、アフターパーツって一括りにされると思うかもしれませんが、大概のメーカーさんだと車が出てからの商品開発とかになりますと、その点もう車両メーカーさんが信頼するサードパーティーとしてジャオスさんが存在するというわけですよね。これはって思っていただいたというふうに僕らは思ってるんで、なかなか普通の商品開発のルーティンでいくとできないことも多々あったんですけど、全力で頑張らさせていただきました。いやー、もうこの時点でジャオスってすげえブランドなんだなっていうのはもうひしひしと伝わってくるところなんですけども、今回改めてこちらの車オートサロンでは眺めるだけだったというユーザーさんのためにも詳細な部分ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは内田さん、フロント部分にもありましたが、ジャオスさんのデモカーというと鉄の棒、そしてスキットバーっていう毎回おなじみのセオリーがあると思うんですが今回はだいぶ期待を裏切る、いい意味で期待を裏切ったかなと解釈をしてます。で、まさしく先ほどもお話した通り、アフターパーツとしてこの LX をどう料理するかっていうお話があった時に、正直言って迷ったんですよ。今おっしゃられた通り、そのフロントスキットバーっていううちの定番商品もあるんですけど、
それじゃないだろうと。また違うラインでスポーツカウルっていうオフロードバンパーのイメージした樹脂のバンパーがあったりするんですけど、はい。それも違うだろうと。うん。でも非常にすったもんだして、僕スケッチ何枚描いたのかちょっと記憶にないぐらいなんですけど、結局オフロード用のパーツってトドのつまりはガードをするパーツか、それともクロスカントリー性能を上げるパーツかっていうのが行き着くところだと思うんですけど、ガードするか上げるかっていうようなイメージですか。そう、はい。そこに立ち戻ってフロントは形で仰々しく見せるんじゃなくて、あくまでもそのガードっていうところをフューチャーしましょうと。そうなると形はシンプルになるんですよ。はい。だからそのシンプルの中でもせっかく声をかけていただいたジャオスだからっていうのを見せつけるためのデザインをなんとかその中で構築しましょうと。下世話な話、1000何百万の車に対するパーツなので、じゃあ形でアピールが難しいんだとしたら本物の素材感で勝負しましょうはあはあはあというところで、カーボンを使ったスキットプレートをカバーするプロテクターを設定しました。こちらのもの自体の特徴的なところ、デザインでいうとかなり立体的なところとかがあると思うんですけど、車両に対して物をつけるとアプローチアングルって若干では犠牲になるんですけど、犠牲を最小限にしながら存在感のある形っていうデザインですね。プラスは先ほども申した通り素材感を十分にアピールしようということでカーボンを使いましょうと、いうことはもう決まってたんですよ。こうつるっとした表面でこの折り柄が見えるのは当たり前なんですけど、はい、エッジがいっぱいあることで、はい、いろんな表情を見せていくんですよね。それがアピールできればなというところを考えたデザインですね。なるほど。確かに広い面でのそのカーボン柄がここから私が見る限り2つあって、でその中で細い面もあって、そうですね、いやらしくない範囲でカーボンらしさっていうのをそういやらしくないっていうのも意外とテーマでしたね。カーボンを使うにあたっても、例えば FRP 製品でガラスファイバーの代わりにカーボンを使いましたっていうのがよくある商品なんですけど、それではやっぱりこの車の質感に合わないでしょうということで、サプライヤーさんともいろいろ協議をした結果、インフュージョン製法という製法を取りました。インフュージョン製法、これあんまりこの車のパーツには効かない。そうですね、イニシャルコストはかかるんですが、精度が良くて質の高い表面が作れる製法、ちょっとコストはかかるんですけど、この車の場合そこよりも最終的な仕上がりの品質を重視しましょうということで、その製法を取りました。車格のことを考えて、そうですね、今までとは全く違うアプローチで作られたと、ちなみに他のパーツに関しても同じような製法を取られていらっしゃるんですか？そうですね、今回この車に対するエクステリアボディパーツは基本的に全部同じ製法で作ってます。これは他の部分もちょっと楽しみですね。ぜひご覧になってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、内田さん、それではオーバーフェンダーの方に入りたいと思うんですけども、いやこちらもしっかりとカーボンで作られていらっしゃいますね。そうですね、うちのサイドパーツですとこのオーバーフェンダーと、あとは種としてはフェンダーガーニッシュって言いまして、今までもご紹介させてもらったあれですね。10ミリないしは9ミリ以内の幅で構造変更のいらない商品が種だったんですけど、今回は先ほど見ていただいたフロントパーツが形状的にはデザインを気にしてやった商品ではありながら、全体的なボリュームとしてはちょっと小ぶりなので、サイドはちょっと頑張りましょうと。プラス LX は世界市場で取引される車なので、そうすると構造変更云々っていうサイズの制約ってないんですよね。それよりもやっぱオーバーフェンダーはオーバーフェンダーなりの存在感があった方がいいでしょうという判断のもとで、今回は20ミリっていう出幅のオーバーフェンダーを設定しました。確かに存在感がものすごくありますね。本当言うと、例えばこれが30ミリだったり40ミリだったりっていう出幅の方が存在感からすると有利なんですけど、履けないタイヤホイールに合わせてもしょうがないので、今回ホイールまで新設定をするということで、フェンダーの中で履ける最大サイズを考慮しての20ミリっていう幅になってます。タイヤのためにこのサイズが出てきたというところなんですかね。この車に対してこのサイズのタイヤホイールを履きたい、履かせたいというところから逆算をして、早いうちから実車を我々見せていただいてたので、でそこで実際我々がいろんなサイズのタイヤホイールを持ち込んでデータでも検証はしてたんですけど、実際に車両に履かせて、その中で実現可能であろうというサイズでの設定になりますね。国内に限った話か、それとも世界市場を見た話かっていうところでサイズの設定が変わってきますし、あとはその車両の特性ですね。フェンダーの中での余裕だったりクリアランスだったりっていうのを総合的に判断した結果のサイズになってます。
しかしこう 20mm になってよりデザイン性が自由度が増したといいますか。フェンダーガーニッシュの場合薄さを補うというわけではありませんが、はい、サイドのアクセントということでここにダミーボルトを配したタイプ X っていううちの主流なんですけど、はいはい、今回この LX のオーバーフェンダーを設定するに対してタイプ X もこう検討したんですけど、せっかくこの 20mm でできたこのスロープがあるんで、はい、それを生かしたここにダクトを設けて、そこですよね。そこめちゃくちゃかっこいいです。そうなんですよ。ありがちといえばありがちなんですけど、細かいところまで凝ったデザインですね。厚みがあるだけでなくエッジの部分といいますか、プレスライン的なものですか。そうなんです。このエッジで変化するカーボンの折り柄もお見せしたいなっていうところではありましたね。はい、これはなかなか憎い演出ですね。ありがとうございます。はい、そしてタイヤホイールでございますが、はい、こちらはジャオスさんのオリジナルなんですけれども、はい、今までのランドクルーザー用とかを流用したような形なんでしょうか。手間考えるとそれができると一番いいんですけどね。ですよね、はい、ランドクルーザー300この LX に関しては今まで特徴的だった PCD150 の5欠という設定が、はい、昔の6欠 139.7 っていう設定に変わったんで、戻ったんです。できなくなっちゃったんですよ。ああ、そうなんですね。いい機会なんで新設定のホイールをリリース開発しました。うちの中でもホイールいくつかこうラインがあるんですよね、はい、ドレスアップ系とスポーツ系と、はい、で今回この車に関してはどちらを設定しようかということをまず検討したんですが、一番最初にもお話した通りこれオフロードという、はい、グレードでリアルクロスカントリーをイメージした車に対するカスタマイズということなんで、うちの中でのスポーツ方向のホイールを設定しましょうと。もともとはチームジャウスで使うラリーカー用に開発したトライブクロスというホイールがありまして、はい、17インチだったんですけどそれを20インチに拡大をしました。車角から見ると20インチでもそんな大きくは感じないですね。そうなんですね。実際にはこのオフロードというグレードはレクサスさんの本気度が分かるところでは18インチが設定されてるんですよ。お、なるほど。で18インチが設定されてるのをあえての20インチなんですけど、アフターでのリプレースのタイヤの種類とか考えると20インチが僕たちでは妥当でしょうということでの20インチの設定です。先ほどオーバーフェンダーのところでタイヤの幅といいますかホイールの出づらとかを鑑みられてオーバーフェンダーが作られたということなんですが、こちらのホイールはそのオーバーフェンダーありきでのインセットになるんでしょうか。実車を使っての検証がさせていただけたのでそこでいろいろ検証できたんですけど、はい、今回の LX600 は今までのこのクラスのサイズにしてはタイヤ幅がちょっと細いんですね。それに合わせて当然フェンダーの中がちょっと狭くなってると。それはちょっと今の車としてはなんか逆をいくような感じですね。多分空力なんかを考えるとこういう空間って多分狭ければ狭いほどいいと思うんで、はい、それは多分車両としては当然の進化の結果だと思うんですけど、我々オフロード愛好家としてはちょっとタイヤの選択が難しいと。でその中でなるべくこのサイズのタイヤを履きたいでしょうっていう前提にホイール、先ほど申した通りもう新設計なんで、はい、ゼロから開発しましょうと。もちろんこのオーバーフェンダーなしの車用のサイズを基本に設定して、はい、あとはこのオーバーフェンダーに合わせたインセットをさらにプラスで設定をしたという感じですね。それによりゼロベースで作られていると。 その上でトライブクロスの特徴であるこのダブルフランジリムですとか、はい、ここのリブですとか、はい、一見細いんだけどちゃんとボリュームを確保したフレアスポーク、はい、この辺を反映させたトライブらしいデザインのホイールが出来上がったと思ってます。もうデザインもさることながらオフロード感もしっかり感じられるものですね。今言った特徴っていうのはみんなそのチームジャウスのラリーカーで使うために盛り込んだディティールなんで、それはそのまま生かされてるという感じですね。ということはオフロードにおけるモータースポーツでの環境のものがここで集まってると。はい、ちなみに一緒にセットされてますタイヤに関してなんですけども、こちらは東洋タイヤさんのオープンカントリー、これオープンカントリーの AT3 って言いまして、まだ日本では発売されてないタイヤなんですけど、今回車両のイメージを作るにあたってですね、ぜひ履いてみたかったので東洋さんに特別にお願いをして提供していただきました。AT タイヤにしてはだいぶ勇ましい雰囲気ではありますね。デザインもアグレッシブですし、はい、それに合わせた性能もすごく期待できるので、早く国内でリリースされたらいいなと東洋さんともお話をさせていただきました。なるほどなるほど。これは北米もので日本では発売されてないモデルです。特別にこちらにはあしらっているということです。はい。
はい、内田さん、はいリアビューに回りましたが、はいリアビューにもフロントと同じくこちらのカーボンパーツがついてますね。そうですね。ちなみにリアの場合名称は何となるんでしょう。リアのスキットプレートプロテクターですね。スキットプレートがはい純正もともとありまして、はいでそこをプロテクトするパーツです。もともとつるんとした形状だったんで、はいそこにわざわざつけました感を出すために、はいエッジを効かしたデザインとしています。フロント以上にボコボコした感じと、そうですねそしてカーボンの雰囲気が楽しめますね。はい。ちなみにこれは1枚もののパーツなんですが、ヒッチメンバーが確かそうなんです。ついてるこはずですよねれ純正の状態でスキットが3分割になってまして、でヒはあはあッチを使う場合はそこを外すという設定になってるんですね。なるほど。なのでこのカバーもそれに合わせて3分割をして、これを取り外して中のヒッチメンバーが使えるという設定になってます。一体もんがあって中がパカッと外せますよっていうのは純正パーツではよくあることなんですけど、それをこういうアフターのパーツで再現するのって意外に大変で、例えばその貼ったまんまっていうならいい、外しちゃって外したままならいい、でもはい外したりはめたり外したりはめたりっていう状態の商品作るのが意外と大変で、はい結構苦労したパーツではあるんですね。それはもうサードパーティーとって流通にかけるとなれば そうですねそれなりの耐久性であったりとかも必要となってくる。はい、プラスレクサスの車に合った品質だったりとか、はいあとは外した中の見てくれだったりとか、そういうのも考慮して開発した商品です。まあそういった部分もあえてこのレクサス LX を選ばれるようなユーザーさんには親和性が高い商品かもしれませんね。言葉を選ばずに言うと気にせず使っていただきたいんですよね、はいそのためには後付けのパーツがついてるから外すのに対して1個アクションが多いとか、はいそういうのはなるべく避けたいなと、なるほど純正と同じように使っていただきたいというところに心を配った商品です。いやーもうさすがです。おもてなしですね。ありがとうございます。はい。続いてジャオスさんといえばのこのマッドカード、はいこちらの車両にもついてますね。リアビューにこのパーツないと始まりませんので設定をさせていただきました。最近の車によくありがちなんですけど、純正のマッドガードを外すとサポートされてるパーツが別にあったりしてちょっと不具合が生じるんですよ。なんで外してもこの1枚で成り立つように別の部品が追加してあります。ただペロッペロをそうですつけただけではないと。ペロペロつけただけではないんですね。例えばランドクルーザープラドとかだと純正のマッドガードがはいインナーフェンダーにつながってたりするんですよ。そうするとその部分を切り取ってうちのマッドガードをつけていただくと。はいだからこれに関しては取り外すと一体されたところが欠けた状態になるので、はい。それをカバーする別部品がついてます。となるとパーツ単体としてはこの見た目以上のサイズ感がそうですそうですそうです。待ってるということですね。これもじゃあある意味専用設計で専用設計です。一頃のマッドカード事情とはだいぶ変わってきたんですね。マッドガードを作り始めた頃ってやっぱりその四輪駆動車ってバンとかトラックの延長の車だったんですけど、はい。四駆というよりも SUV って言われるようになってからは車がどんどんこう綺麗に細かく作られるようになって、はい。そういう部分がポンポンってこうボルトンではなかなかいかなくなったことが多いですね。そのきめ細やかさがやはりジャオスさんならではなのかなと。それにこう負けないというか、うちのパーツを欲しいと思っていただけるお客様に楽しんでいただけるよう努力してます。とはいえですよ、クラシカルな本社のロゴ、これはやっぱりそう定番ですね。まだ健在です。そしてリアビューのカスタムポイント、最後気になったのがこちらマフラーなんですけども、マフラーですね。フルマフラーを作るのがいろいろな状況からちょっと難しかったので、今回はマフラーカッター。あ、そうなんですか。このパーツに合わせて純正のマフラーの出口がちょろんとこう後ろ下がってるのを出しておくのはちょっと心もとないなということだったんで、はい。形状だけスキットプロテクターに似合うような形状を持たせるためにマフラーカッターを設定しました。とは言いつつも既存のものをそのままあてがうわけにはこの車の場合はやっぱりちょっといかないので、はい。今まだ検討している段階なんですね。ただこれはオートサロンに飾る車用に実はこれ 3D プリンターで作ったプラスチックなんですよ。プラスチックなんですか。そうなんです。全然今のところ走るのに問題ないんですけど、はい。青森までこの車で行きましょうっていうとちょっとそれはやめてくださいっていうような感じですね。なるほどですね。では今後本番がリリースされるというようなイメージでしょうか。金物でマフラーカッター、通常ステンレスだったりするとステンレス色だったり、うちの場合はチタンカラーっていうのもあるんですけど、はい今回この LX に関してはブラックでいきましょうと、ブラックのちょっと渋めのマフラーカッターを用意する予定になってます。そう考えるとこのカーボンパーツとの相性っていうのは非常に相性いいと思うんですよ。ちなみにとはいえですね、カスタムファンの方にしてみれば、いやいやジャオスはマフラー出してこそなんぼでしょみたいな声も聞こえてきそうなんですがその声がたくさん聞こえるようになってきたら再検討します。やはり車的な電子制御とかそういった面でそうですね開発が難しい。そうですね。スペアタイヤを床下に吊ってる分での取り回しだったりとか、いろいろ問題があるんですよ。その辺を今いろいろ検討しているところですね。その辺の動きに関しても今後はちょっと期待はいっていうところでしょうか。ありがとうございます。
はい、内田さんここまでありがとうございました。ありがとうございました。改めてですね、私自身も東京オートサロンでは眺めるだけの本当にこう憧れの車だったんですけども、改めて開発コンセプトとか伺えて LX シンプルなパーツなれども手の込んだ演出がされてるなっていうのがよく分かった次第です。それはありがとうございます。ちなみにですね、今回は非常にこう開発費をかけて作られたというふうに伺ったんですけども、通常他の車種と比べるとどれぐらいの比率なんでしょうか。言える範囲で結構です。生っぽい話ですね。単純に比較できないんで何とも言えないんですけど、ざっくり倍ぐらいはかかってるかなと思います。倍ですか。倍ぐらいかかってると思います。普通に考えるとちょっと開発に躊躇するところではあるんですけど、サードパーティーの我々に協業させていただいたっていう僕らの光栄と思う部分だったりとかプライドだったりとかっていうところにかけてちょっと頑張りましたっていう感じですね。ご指名を受けたからにはという部分が非常に強かったと。今後商品のデリバリーに関してはもうこれはスタートしているっていうような状況なんでしょうか。いや、4月ぐらいかなぐらいから正式なリリースが始まって、今まで通り有名専門店だったりとか量販店だったりとかではお買い求めいただけるんですけど、これから実際に購入される方もオーダーされるような段階ですもんね。プラス正式に決定してないことがいっぱいあるんで、直接のお話はなんかちょっとできないんですけど、この車を使ってちょっとモータースポーツをやっていこうじゃないかと。モータースポーツですか。今までなるほど。ハイラックスを使ってチームジャウスはずっと海外ラリーを続けてきたんですけど、そろそろ次のフェーズかなという段階に来ましたので、これがいい素材じゃないかなと、なんとかうまくテイクオフさせたいなと今いろいろ検討しているところです。これはすごいことですね。モーターズの金松風に言えば芝生ですよね。そうですね。しばけるのは今うちじゃないかなと思ってます。レクサス LX をしばいてしまう。いや、これはある意味ですよ、サードパーティーとしてはもう行き着くとこまで行ったなっていうそう思っていただけるように頑張ろうかなと思ってます。いやはや今後が本当に見逃せなくなりました。レクサス LX というとそもそも車自体がですね、高値の花といいますか非常に高価なものなので多くの人が購入する車ではないかもしれません。とはいえ日本国内のいわゆる SUV クロスカントリーのもう本当に頂点に立つような車ですよね。それを他の車と同様にカスタムし尽くしてモータースポーツまで使うと。頂点っていうのが単に価格だけの頂点じゃなくてパフォーマンスも含めた頂点なんだこの車はっていうのは僕たちも外側にアピールしたいなと思ってます。でそれに対して培ったノウハウとかっていうのはうちの他の車用のパーツにも全部こうフィードバックされていくんで、全体的にこうちょっと底上げをしていきたいなと考えてます。これは本当に今後が見逃せないと思います。ぜひジャオスさんの動きを皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。ちなみにこの LX に興味が湧いたなっていう方であればジャオスさんのオリジナルのプロモーションビデオっていうのがございます。そちら概要欄に貼ってありますのでご覧になってください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画面白かったなという場合は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。またね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。